はい、皆さんこんにちは。セカンドチャンネルでまたゲーム配信をし始めたので、気になる方はチェックしてみてください。タックーともコラボしました。あと料理動画第3弾をアップしました。セカンドチャンネルはほんと縛りなく何でもアップしていいと思っているので、こんなことがしてほしいみたいなのがあったらどんどんリクエストしていってください。なんか実際に行動に移すプロジェクトみたいなのも面白いなと思っていたので、なんかいい案があったらコメント欄に書いていってください。そして今日はですね、久しぶりなのかわかんないけど、頭をぶっ飛ばすような、グニグニに溶かすような、かなり壮大なテーマになっています。人類起源説とか、この世界のシステム、悪魔、天使、神などが登場してきます。だいぶぶっ飛んではいるので、これが本当だったらすげえな程度でお聞きください。僕ももちろん全部信じてるわけではないので。まずは神の存在について見ていきましょう。今現在皆さんは、神はいると思いますか？いるとしたらどんな姿、あるいはいないのか。何を信じるかは皆さんの自由ですけど、人類は大昔から今まで少なからず何かを信じてきて生きてきましたよね。何も信じていない人なんていないので、人間は何かしらを信じて生きてきました。どんなに病んでいる人でも何かしらを信じて生きています。数十万年前、人間は生物、無機物問わない全てのものに神、霊が宿っていると考えていました。これをアニミズムと言います。石とか木とかの無生物に対しても人間と同じように意志があると考えられていました。自然界至るところに精神的価値があると考え、それを崇拝する原始宗教でした。その中でも特に崇拝していたのが、まず動物ですね。動物は人間以上の身体能力を持っていたり、人間ではできないような行動をとることができます。虎とかライオンとか植物連鎖のトップに立つ動物たちを特に崇拝していたようです。そして樹木ですね。根っこだけで言うと何万年も生き巨大に成長します。それは崇拝するのもなんか理解できますよね。あとは雨や雷、風などの自然現象にも精霊が宿っていると考えられていました。あまりにも強力な力を持つので、そこから動物や自然との半信半人の存在が誕生したとも言われています。この信仰は世界各地で見られ、今でもシャーマンの方や先住民の間では存在しているようです。日本では神道がこれに近い気がしますよね。自然に精霊が宿るという考え方。ただしばらくしたら至るところに神が宿っているという考えから、特定の神や超越者が存在する多神教の世界がやってきました。古代エジプトや古代ローマがそれにあたります。ホルス神やゼウス、アヌビス、ハーデス、ポセイドンとかいろいろいますけど、そこら中無生物から生物、自然に宿っていた世界から人型をした多数の神が崇拝される世界がやってきました。日常生活至るところに神が存在していたのに、いつしかね、そこら中にいた神が人型のね、多神教になっちゃったと。そしてしばらくしたら新しい信仰が登場しました。自然崇拝や多神教の神々全部から精霊、神を集め、ただ一つの神的存在を作り出しました。それが一神教です。イスラム教、キリスト教、ユダヤ教などがそうですよね。ただこれでは終わらないんです。至るところにいた神の存在を多数に何回言うねん俺。そこから一つの神的存在を作り上げ、最終的に現代僕たちが崇拝しているのは科学技術、物質主義、ニュートンのような卓越した物理学、数学、天文学によって物理的なものを徹底的に研究し、科学技術に基づいた世界になっていきました。科学を徹底的に研究することで構成している法則に気づき、究極的には未来をも予測することができるようになるんです。人類はいつしか自然とか神を崇拝するのではなく、物質、科学を崇拝するようになってしまったと。確かにみんなiPhone とか崇拝してますよね。精霊、精神、神の見えないスピリチュアルな面は消え失せ、目に見えるもののみに頼るようになった結果、今現在僕たちは6度目の大量絶滅に向かっているそうです。地球は過去に5度の大量絶滅に直面してきました。気候変動、氷河期、火山噴火、そして6500万年前、メキシコ湾に落下した隕石が恐竜などの生物を絶滅に追いやりました。一般的にはそう言われています。常に物事は変化し続けるので、文明も再生と破壊を繰り返してきたんですね。神聖ということではなく、常に破壊と再生でした。そしてここからスピリチュアルなぶっ飛んだ話になるんですけど、この世の中はどのようにして作られたのか、なぜここまで争い、負のエネルギーが蔓延しているのか、なぜ二元性の世の中なのか、これを説明する一つの説を紹介したいと思います。これは真実ってわけではなく、一つの説としてお聞きください。この二元性の世界システムを作り上げたのは、ある実験だったというんです。それがルシファーの実験。
キリスト教においてルシファーは堕天使の長、サタン、悪魔の象徴として認識されています。ルシファーはもともと光の大天使の長だったんですね。めちゃくちゃ優秀で最も美しい天使、もう天使界のトップですね。そんなルシファーの上にいるのは神しかいませんでした。なのでルシファーの目的は神をも超えることでした。ただもちろんルシファーも神によって作られたので、ある意味神の一部じゃないですか。神の一部である限り超えることはできないと思ったルシファーは神との愛を打ち切り、神が創造したやり方とは違う方法である実験を行ったんです。それが僕たちの言葉で言う仮想現実を作り上げることでした。神には当然なれないけど、神とは違うやり方で世界、現実を作り上げることをしたっていうことですね。まあ確かに世界を作るっていうことは神に等しい能力かもしれませんよね。これがキリスト教では神への反逆者として描かれ、堕天使ルシファーとなってしまったんです。ただみんなも考えてみるとわかると思うんですけど、そのルシファーも神によって創造されたので、善も悪もなく結局は同じとこから発生したって感じですよね。まあそんなルシファーによる実験は先ほど言ったように本来神が創造するやり方とは違ったんですね。ルシファーが行った実験はどういったものだったのか。自由意志。本来ならば神との愛と調和の取れた状態だったらしいんですけど、ルシファーが作ろうとしたのは全ての可能性が現実化することのできる自由意志のある世界でした。まあ意外にもこの何でもありの世界が、自由意志のある世界がレアケースだったんですかね。過去に3度自由意志のある世界が存在していたそうなんですけど、全て崩壊したそうです。4度目の実験がルシファーによって行われたと。ちょっとここでフラワーオブライフの動画を思い出してほしいんですけど、この世界がどのようにして作られたのかを表す幾何学、フラワーオブライフというものがあるんですね。幾何学とか複雑すぎてよくわからないんですけど、本来はこの形が宇宙との調和の取れた形らしいんですけど、ルシファーの実験で実行されたのはこのような形だったそうです。同じように見えてどうやら少し違うらしくて、本来ならば神、意識一つから生まれるんですけど、なんとルシファーのやつでは2つの中心点から始まる形でした。中心が2つあるんです。目のように、要は二元性のことですね。この世界がいつまで経っても白と黒の対立が行われているのは、もともと白と黒の世界として作り上げたからだというんです。この新たな現実での生命体は他者と切り離された現実を体験することができる世界でした。まあ僕は僕の世界で、みんなはみんなの世界を生きてる的な、僕はみんなの体験できないし、みんなも僕の体験はできない。よく女の子が言う、私の気持ちなんて分からないでしょうっていう、まあ分かるわけないんですよね。一緒じゃないので。この当たり前のような体験が、まあ意外とレアなのかもしれません。まあ僕たちからしたら当たり前の世界ですけど、意外にもこれがレアケースだったっていう。まあ本来ならば、意識の共有をしていたのかもしれません。ルシファーは3分の1の天使たちを説得し、味方につけ、新たな現実を作っていくんですけど、おそらくこの天使というのは、へーって飛ぶ僕たちが想像する天使ではなく、神話でいうアヌンナキたちですよね。この善と悪の戦いは兄弟の間で始まったと言われています。それは善であるミカエルと悪であるルシファーです。ルシファーは科学文明、テクノロジーを使ったシステム、確かアトランティスが高度な技術を持っていた文明でした。それに対しミカエルは神とつながりを持った愛のある光の肉体だったそうです。自由意志のある世界を作り上げ支配しようとしていたルシファーと、ただ自由意志の世界を作り出すことを支持していたミカエル。それはアヌンナキでいう兄弟エンキとエンリルの戦いとも一致します。人類を創造したエンキとそれに反対したエンリル。ここでちょっとエデンの園の話になりますが、エデンの園には永遠の命につながる生命の木と善と悪の知恵の木がありました。皆さんご存知のように、アダムとイブは蛇の誘惑によって知恵の実のリンゴを食べてしまい、そこで初めて知恵、エゴを得たと言われています。人類起源説に登場するアヌンナキのエンキは下半身が蛇として描かれていることがあるため、人類に知恵を与えた蛇と同じ存在だと考えられています。なのである意味蛇、ルシファー、エンキみたいな感じですかね。そしてエンキの計画に反対していたエンリルは怒り、アダムとイブをエデンの園から追い出しました。実はこの光と闇の戦い、数十万年前から現在進行形で行われているというんです。精神面、意識に向けた力と物質主義、科学技術に向けた力と、まあこれは極端で実際はもっと複雑だと思うんですけど、この兄弟喧嘩の争いはいろんなシンボルマークの中で見つけることができるんです。こちらはイギリスの国章ですけど、エンリルは
牛、あるいはライオン。延期は竜、あるいはユニコーンとして表現されているんです。日本の昔の皇室でも一角獣と獅子が描かれています。神社などにも存在していますよね。今まで人類はルシファーが作り上げた白と黒の戦いをずっと行き来してる感じだったんですけど、本来ならばそれを超越した3つ目の選択肢が必要になってくるのかもしれません。話を冒頭に戻すと、人類は長い年月を経て自然を崇拝していたスピリチュアルな生き方からどんどん目には見えない力を身の回りの生活から追いやっていき、最終的には科学を崇拝するようになりました。それはもちろん現実的に見たら人類の文明の発展、成長なので進歩しているように見えるんですけど、スピリチュアル的な観点からすると人類はある意味退化しているという見方もできるんです。例を出すと、家の中が寒いと感じたら多分人間は体を温めようと工夫して、今でいうエアコンを作ったりストーブを作ったり技術を活かしますよね。それはある意味では霊的には弱体化しているというんですね。本来自分の中にある霊的な本質の力に気づけば物質の力を借りずとして豊かになれると。極めた人だけにわかる想像だけでいけるってやつですかね。現代の僕たちがしたら何それちょっと怪しい宗教みたいって感じですけど、大昔の人はなんかもっとスピリチュアルな生き方をおそらくしていたから、そういったことが当たり前だったのかもしれないです。文明のテクノロジーが発達すればするほど人類はテクノロジーに依存するようになり、生命の源からどんどん離れていくというんです。何を信じるかによって見え方は違ってきますが、今の世の中の流れとしてはトランスヒューマニズムみたいなテクノロジーをフル活用して人類が進化することですよね。それは調和の取れた3つ目の選択肢なのか、あるいはテクノロジーに頼り切った人類の結果なのか。この数十万年続いた光と闇の対決は終わりを迎えて、新たな新時代を迎えようとしているのが今の流れです。結構面白くないですかこれ。大昔から現在を見てみると、みんなが崇拝してきたことがどんどん変わっていって、今ではその霊的なもの、神的な存在がどっか行っちゃって、みんなが科学技術を崇拝するっていう。確かに、俺も iPhone 手放せないわ。多分みんなも手放せないでしょ。そんな感じで人類は進化しているのか、退化していっているのか、どうなんでしょう。皆さんはどう思いますか？それでは皆さんご視聴ありがとうございました。